また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。今日は4月20日、月曜日です。パークではゴールデンウィークに向けて7日、あれこれ色々な準備が行われています。今回の動画ではパークが実際にはどれくらい空いているのかと合わせて紹介します。ただいまの時刻は9時25分。そういえば夏のプログラムの詳細が発表されましたね。ユニバーサルサマー祭りナイトネオングローアップナッカ。テーマは夏祭りとのことで、まあ色々あるのでご自身で調べていただきたいですが、個人的に気になるものを2つ紹介します。1つはサマーグローモーメント。20時55分から5分間の花火ショーがラグーンで開催されます。小規模とはいえラグーンを用いたショーが復活とは。2つ目は3大アトラクションのバージョンアップ。ウォーターワールドとジュラシックパークザライドが水量をパワーアップしてびしょ濡れになれる演出になるのだとか。ジュラシックパークは大昔にウォーターキャノンを設置したことがありますが、あんな感じでしょうか。開催期間はウォーターワールドが6月29日から8月31日。ジュラシックパークザライドは7月8日から9月30日までとのこと。そして、ジョーズも赤い霧に包まれた恐怖度パワーアップの演出が9月頃から開催されるそうです。赤い霧ってことは夜間での開催なのでしょうか。これだけ9月開催なので、おそらくホラーナイトとの相乗効果を狙っているのだと思います。とにかくこれは非常に楽しみですね。では、さっさと手荷物検査を受けちゃいましょう。9時35分手荷物検査終了。ここから入場ゲートに並ばないといけないわけです。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるからここに人が集まるんでしょうね。ただ、さすがに開園から時間が経っていることもあり、今はどのレーンもガラガラ状態です。今は保安検査場だけが混んでいるような状態ですね。目はインパしました。入場に10分かかりましたね。さて本日の開園時間は9時。つまり今は開園してから35分経ったことになります。任天堂エリアの整理券は最速で9時50分の案内でした。この整理券はだいたい開園して30分後に配布スタートしますが、混雑してる日は怒涛の勢いで枯渇していきます。ですので例えば開園時間の2時間後なんかに来ちゃうともう残っていない場合が多いです。傾向としてはだいたい30分後くらいに整理券対応になることが多いです。さて、最近のパークの混雑度ですが、全体的にどんどん減少している感じです。実際に今日もアトラクションの待ち時間は先週の同じ曜日に比べ7割ほどに落ち込んでいるアトラクションがほとんどという感じでした。なので、ゴールデンウィークまではこの推移は維持しそうです。まあただ、それでも USJ は人気パークなので、あくまで USJ にしては空いてるって程度ですけどね。ガラガラすぎでも拍子抜けなので、今日くらいの混雑が一番ちょうどいいのかもしれないっすね。ちなみに4月は除外日がないです。そして、さほど曜日ごとに大きな変化のないエリアもあります。それは任天堂エリアです。任天堂エリアは地元民というより、やはり遠方客に人気のエリアです。なので、除外日だとかは全く影響しないわけですね。そして、入場者数をコントロールしている影響で、曜日ごとに混雑の傾向だとかは一切ありません。まな板みたいにぺったんこです。今日はまず、Z ライトにでも乗りましょうか。その前に、ドクのグリーティングの準備をしていないかだけチェックしましょう。このグリーティングはスケジュールが一切非公開なので、開催時間は準備をしてるかどうかで類推するしかないです。まだ何も準備してないっすね。それにしてもステージ周8前でずっと工事をしているこれは何を作っているんでしょうね。地上からだとわからないので、後でハリドリに乗って上から確かめてみましょう。では手始めに Z ライトに乗りに行きましょう。10時時点での待ち時間は15分でした。Q ラインはこんな感じでかなり列が伸びているようでした。それでも回転率はいいので、見た目ほど待つわけでもないみたいですが、本当に混んでいる日は奥にあるピーコックシアターまで列が伸びます。では早速行ってきます。本音、あまりシングルライダーは好きじゃないんですけどね。だってシングルだとアーシみたいなブスは相席でもいいですかってクルーが奇数グループに尋ねた時ゲストがすんげー嫌な顔するんですもん。もしもアーシが褐色肌の白髪ナイスバディなら鼻の下伸ばして席の奪い合いするくせに、このアトラクションはたとえ友達のいないコミュ障でもクラブの気分を手軽に疑似体験できていいですね。10時15分乗ってきました。所要時間も合わせて15分で出てこれましたね。やっぱり本来のスペファンは回転率がいいです。USJ は XR ライトだとかいうコミカスファッキン運用方法ばかりしていたので、最近は待ち時間が本来の2倍にかさ増しさせられていました。では、引き続きパークを回ります。スタジオスターズレストランの工事は相変わらず終わっていません。おそらく店舗の拡張工事でしょうね。そして、それとは別で、道路でも何やら工事をしていました。なんでしょうねこれ。さらなる歩道の拡張かも、と思いましたが、さすがに広げるメリットもありませんし、段差を埋める工事とかでしょうか。と思いきや歩道からミストが噴出するギミックを設置するためらしいです。涼しそうですね。アメリカでは消火栓を開けて水を噴射させるみたいな対策を大昔からやっていますが、暑いくせに速乾性だとかは皆無な気温の日本では難しいので、ミストだとかの方がちょうど良さげです。猿のジョージやんけ。アーシがおるから出てきてくれたんか。特に動画では話していませんでしたが、いつもアーシが来ると、奴も現れるんすよね。なんでだろ。
そうそう、4月17日から寝具のショップがリニューアルしたんすね。何も買うつもりはないですが少し覗いてみましょう。物の見事に関係ないグッズばかり売っていますね。イルミネーション作品なのに意外。ここで、子会社だからいいでしょと思われるでしょうが、子会社とは言うものの、一応 USJ 的には他社 IP という扱いのようです。いや、他社ではないのですが、同じくらい丁重に扱えとのお達しが社員にはされているほど、扱いは慎重なのです。なので、関係のないグッズを売ってるのは少し意外だなと思いましたね。なんならハリポタのグッズも売ってるしもうぐちゃぐちゃっす。いずれここもスペースファンタジーのショップみたいになりそうっすね。というか立地が悪い気がします。アトラクションの出口からは微妙にずれた位置なので、動線が作れていませんし、何よりこの目立たない外観。仮にここが超人気 IP のショップだったとしても、おそらく発見できるゲストは皆無でしょう。なんか浮かばれないっすね。そろそろドクが出てくる時間かな。ドクに会いに行きましょう。ちょうどデロリアンでグリーティングの準備が行われていました。何気に、これ毎回ボディ磨いてくれてるんすよね。ワックスは2度掛けですか？私もメトラソロポップダウン。一緒に写真を撮ろう。you want it? Oh, just me? Okay. Okay. では、ハリドリに乗りに行きましょうか。It's So Fluffyですが、5月7日での閉店が正式に決定しました。もともとは2月23日の閉店だったのですが、何らかのトラブルで延期に、なんだかんだ3ヶ月近く延命されることになりました。中はこのようにガラガラ。一応可愛いと言って入るゲストもいますが、写真撮ったら速攻退出って感じです。ところで今更ですがフラッフィーってなんか、室山真由美あさりちゃんの作者の漫画に出てきそうなデザインと思いませんか？ママ A は、とっととハリドリに乗りましょう。10時45分時点の待ち時間は、バックドロップは55分待ち、フォワードは55分待ちでした。では今回は珍しくバックドロップに乗りましょう。バックドロップはシングルライダーがないのでだるいですけど、ハリウッドドリームザライドでも25周年の企画があり、まず、フォワードでは USJ のためにバウンディが書き下ろした新曲、デスティニージャーニーが3月4日から、そしてバックドロップでは3月21日から3回に分けて順次、歴代の周年ソングが聴けるようになります。第1弾は、ブッキーとなっています。前回デスティニージャーニーを聞いたのですが、前奏ばかりで退屈だったので、今日はバックドロップに乗って、このクッキーを聴きましょう。11時15分、やっと乗り場に着きました。実際の待ち時間は30分でしたね。はい、ということで乗ってきました。いやー久しぶりにクッキー聞きましたけど、良かったですね。特に最近ミュージックビデオが一新されてそれが可愛くて個人的に好きなんですが、その映像が頭の中にずっと流れてました。偶然隣が空席で、そちらでもクッキーが流れてたので他のサントラとまつわることもなく、非常に満足度は高かったです。てか、改めて進言しますがデスティニージャーニーの曲が流れるタイミングを改善してほしいですね。あと、ステージ18の前の工事ですがまた進展していました。以前の動画でも紹介しましたが、内部では魔法陣のようなものを作っています。ですのでおそらくフリーレンでしょうね。っていう予想を前回の動画でしていたのですが、ちょっと怪しくなってきました。なんとなくフリーレンに出てきた魔法陣とはデザインが違うように見えたんすね。なので別の工事かもしれないです。もしかしたら前回に河野したように罰ゲームとして熱したハンダコテを加えながら全裸で逆立ちして鼻でスパゲティを吸うことになるかもしれません。うちの弟が。でも時期的に考えるとフリーレンが有力なんですけどね、どうなんだろ。このタイミングで特に理由もなく円形模様の床の公園を作りましたなんてのも不自然ですし、それでも予想が外れたら怖いので罰ゲームはタバスコを鼻で飲むという柔らかい内容に変更させていただきます。やるのはうちの妹です。では、引き続きパークを回ります。皆さんもご存知でしょうが、ワンダーランドのセサミストリートエリアが5月10日でクローズします。これに関しては様々な憶測が広まっていますが、先日から USJ の北西にある工場で解体工事が行われており、毛利小五郎並みの推理だと、ここも USJ の土地になるのではと言われています。考えられる候補としては、ハリーポッターエリアの拡張です。まず大前提として、再開発地区はパークの奥側ですので、隣接する既存エリアの拡張という形以外での開発は難しいです。では、ジョーズの様子も見てみましょう。11時45分、時点のジョーズの待ち時間は30分でした。ありゃりゃ、今日は空いてますね。まあジョーズは回転率が鬼すごいので、そんな壊滅的ってこともないですけど。それにしても全体的に先週よりも今日は空いているはずなのに、アミティのメインストリートは人でうじゃうじゃです。小学生の頃石をひっくり返したら、虫がたくさんいて驚いたのを思い出します。皆さんもよく虫を踏みつぶして遊んだものでしょ？アミティって USJ 屈指の混雑スポットなんですよね。それは別にジョーズが一番人気あるとかそういう理由ではありません。USJ は強引な拡張計画で、ハリポタと任天堂エリアを誘致しました。この人気エリアに挟まれる形で、アミティは立地しています。
そのせいでアミティはなんと6つのエリアと接続されており、まさにスクランブル交差点みたいになっています。なので、先ほどワンダーランドの話で紹介したように、ここはむしろ開発しにくいエリアと化しているとも言えます。アミティボードウォークスナックの建物では、最近大掛かりな改修作業が始まりました。ここを筆頭とするアミティのあらゆる建物は、ここ3年ほどの間で大規模な改修工事をしており、まだまだ活用する気満々という印象を受けます。強引な開発計画のおかげで、アミティは USJ の大動脈となってしまい、図らずも存続せざるを得ないスポットになった気もします。それでも、ジョーズがいつまで残るかはわかりません。まあ、乗れるうちにたくさん乗りましょう。USJ 情報局。LCA Studios. USJ, kanji, 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 I don't know. LCA Studios. では任天堂エリアどうなってるでしょうね。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。いつも満員状態なんですよね。任天堂エリアは道が狭いのもあって毎日が初詣って感じです。ぶっちゃけここのエリアは肌感キャパいっぱいまで詰め込んでるので常に混んでるし空いてるだとかいう概念がない。逆に言えば混雑は一定といった印象です。では、そんな今日の待ち時間を見てみましょう。11時55分時点での待ち時間はマリオカートが130分、ヨッシーアドベンチャーは70分でした。先週の同じ曜日よりもごくわずかに減っていますね。あ、そうそう実は USJ にも米国みたいにヨッシーが新しい仲間に加わりました。出現場所としては中央ステージ。これまでキノピオの定位置になっていた場所っすね。追い出されたキノピオはキノピオカフェ前に移動させられていました。では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。ただ、今はエリアは広く感じますね。地面がちゃんと見えます。いや、本当に朝とかは地面すら見えないレベルで混んでるんすよ。エリア自体が混んでるというより、クレイジートロッコの待ち列でエリアが埋まってるというのが正しいですが、果たして今は何分待ちでしょうか。はい、140分待ちです。まあ今日はいいかな。そういえば、ジョーズを潰す可能性は今のところ低いと先ほど話した気はしますが、それでもどうしても気になる不安の種はあります。それは、このスタープラザの端にあるこの謎の通路。ここの通路の先は何もありません。現在はブロックや植木鉢が置かれて無理やり隠されていますが、用途はマジで謎です。しかしあの向こうにはジョーズとハリーポッターのエントランスがあります。ハリーポッターエリアとつなげることはほぼ不可能です。というのも地図で見てもわかりにくいですが、高低差が凄まじく階段でもつけないと接続はできないのです。そうなると、例えばジョーズを潰してめちゃくちゃ盛り土をして海抜コードを揃え新エリアでもつなぐ案の方が可能性はあります。ただ、誰も新型コロナウイルスを予想できなかったようにテーマパークを取り巻く環境は常に変化します。もともとジョーズを潰す予定でこしらえた道だったけど、延伸するタイミングを逃したとも取れます。いろいろな考え方ができます。いずれにせよ今確かなのは、任天堂エリアにはジョーズ方向に伸びる謎の道があること。しかしアミティのあらゆる建物は大規模な改修工事の真っ最中で巨額の費用が投じられていること。そしてアミティは USJ 屈指の混雑スポットで安易に封鎖はできないこと。この3つだけです。この状況証拠だけで皆さんが何を推理するかはお任せします。まあ秒読み待ったなしみたいなことはないけど、10年後にどういうビジョンを見据えてるかはわからないなという印象ですかね。やばい。くだらない話をしてたらもう12時05分だ。急いでエントランスに戻らねば。実はブルース・ブラザーズがもうすぐ現れるんですね。いや、わからないけど、そんな気がします。原則として、ドクとブルース・ブラザーズのグリの時間は非公開です。しかも、ドクのスケジュールは本当に日によって異なるようで、あまり前例だとかは当てにならないことも多いです。しかし今のところ、ブルース・ブラザーズのスケジュールは固定のようで、12時15分になったら必ず現れます。あくまで今のところはの話です。でも、今日も現れると思うので、向かいましょう。間に合うかしら。おっと、目の前にいるのがまさに彼らじゃないんすか？やっぱりそうでした。とりあえず、12時15分ってのは固定のスケジュールみたいっすね。まあ、今後どうなるかわかりませんが。どうも皆さん、調子はどうだい？ジェイク、弟、アモト。あなたたちはブルース・ブラザーズ。お願いします。はい、ということで続いては、ジュラシックパークエリアに行きましょう。そういえば、フリーレンの情報が発表されましたが、追憶のレストランなるものが、5月30日から2027年1月11日まで、ロストワールドレストランで開催されるそうです。来年まであるんすか？ってことは今年も、もしワンピースとコラボしてディスカバリーレストランが会場に選ばれたら、ジュラシックパークエリアからレストランが消滅するってこと。ただ、これはどうなるか謎です。というのもディスカバリーレストランでは現在25周年限定のドリンクボトルが発売されているんですね。そうなるとワンピースとはコラボしないのかも。
いや、こんなドリンクボトル適当によそのカートでも売れそうですけどね。まあどうなることやら。ちなみにドリンクボトルのレビュー動画もアップしてるからそっちもぜひ見てくれよな。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。12時40分時点の待ち時間は、ジュラシックパークザライドが55分、ゴマスリクソバードが50分でした。シングルライダーの最後尾はこの位置でした。なんとも微妙な位置っす。でもとりあえず待ちましょう。13時、乗り場に案内されました。待ち時間は20分くらい。今日はローディングも2分の1で回してるのでやや時間かかりました。はい、ということで乗ってきたぜ。まあ細かいことを言うときりないですが、おおむね成長って感じです。ただゲートの扉は相変わらず直っていません。あの扉は10年ごとに交換だかのメンテナンスをするため、別にオンボロで動かなくなったとは考えにくいですが、こうも続くと故障でしょうかね。恒久的に開閉させないつもりなら固定だとかしそうですが、そういうことはしていないように見えます。ちなみに今日は珍しい体験をしまして、ステゴサウルスのいる地熱地帯で全身ずぶ濡れになりました。はどういうこと？いや、あれって地中から水が噴き出すエフェクトあるじゃないですか。水量が多かったのと風向きだとかの条件が合わさってえらい濡れました。まあ今日は暑いので全然 OK なんですが。では最後はハリーポッターエリアに向かいます。このエリアは今日も賑わっていますが、まあ特筆するほどでもないですね。ただ、アトラクションはだいぶ混んでいるみたいです。ハリポタエリアってかれこれ11年もありますんで、地元民で溢れ返るってことは肌感あまりないんです。来場客の多くは他県民だと思います。なので今日も観光客の割合は多いでしょうね。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。13時50分時点での待ち時間は、フォービドゥンチャーニーが40分、ヒッポグリフが70分でした。ではシングルライダーでフォービドゥンチャーニーに乗りましょう。この動画ではしばし紹介していますが、実は、フォービドゥンチャーニーは昨年の12月から、ビークルが少しリニューアルして、いくつかの機種で活性が出る機能が搭載されたらしいんですね。海外ではすでにあると聞いていたものです。しかし全てが置き換わったわけではないようで、アーシは未だにそれに当たったことがありません。このチャレンジかれこれ4ヶ月も続けてるのに、未だにヒットなしです。もしかしたら婚活パーティーでアラブの石油王を引き当てるくらいの難易度なのかもしれませんが、懲りずに挑戦しましょう。ここのシングルライダーは存在感が極端に薄いせいか、USJ 屈指の穴場スポットとなっています。たった10分で乗り場ですよ。果たして今日は当たるのか。では乗ってきました。なんとついにですよ。見事に新型モデルに当たりました。しかも2回も。ただ、これ、個人的にはかなり微妙というか、ちょっとがっかりでしたね。なんかネットではベタ褒めされてましたけどデメリットが目立つ印象でした。まずその前に、その新型モデルは何が違うのか、こちらのテストシートで説明しましょう。このセーフティーバーの上部にですね。このセーフティーバーには再現されてないですね。ままは、ざっくり説明しますと、セーフティーバーの真上、つまり天井に当たる部分にスピーカーがありますが、新たに小さなノズルが加わりました。てっきり網に覆われたファンだとかを想像してたのですが、小指ほどのノズルでした。自転車の空気入れって感じです。そこから空気が出ており、飛行シーンの向かい風を演出してるわけです。と言いたいところですが、個人的にはかなり微妙に感じました。まず個体差があるようで2回当たったのですが、どちらも違う意味で最悪でした。1回目のは風がほとんど出ていませんでした。もうね、そのノズルの部分を直接手で触れて、ギリギリ風ちょっと出てるなってわかる感じです。これはもうただいたずらに頭上からシューという音が聞こえるだけで演出効果はゼロでした。そして2回目、こちらは凄まじく風が出ていました。もうね、冗談みたいに風が吹き出ていたのですが、はっきり言って不愉快です。まず、風はノズルから送られると言いましたが、つまり風の範囲は面ではなく点なんですね。まるでクソガキにずっとストローで風を吹きかけられている気分というか、おでこのど真ん中にだけなぜか風が吹きつけられている感じで向かい風感はゼロです。そしてもう一つの問題は、この風は同じ強さで常時出ていること。つまり乗り込んだ時点で出てるし、シーンに関係なく常に風は吹いてます。この二つが相まってめちゃくちゃ不愉快でした。しかも演出上何もプラスになってないのに、シューという音がうるさいし、若子酒かよこの野郎。この送風機って多分大した設備ではなくて、場面に合わせて風に強弱をつけるようなプログラムだとかはされてないんですよね。だから風は常に出ているのです。そうなると風力は感じるか感じないか程度に抑えるのが一番バランスがいいのですが、パワーは無か最強の二択というこの地獄。回線できないならいらない設備かなと思いました。なんというか、一時期 3D ゴーグルが導入されて、その後リニューアルと称して、ただゴーグルを撤廃しただけのマッチポンプしたことあったじゃないですか。あのゴーグルは本当にひどかったですが、あれと同レベルかそれ以下のがっかり具合でした。期待していただけに、実に3年。でもアーシだけが不幸になるなんて納得できないので、皆さんもぜひ体験してくださいね。不幸のお裾分けというやつです。ありゃ、あまり腹が立って愚痴ってたらもうエントランスまで来ちゃいました。では、もう今日は帰りましょうか。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。